ちは四国メタンです。今日は関東在住の大分サコが仙台まで行ってきたのだ。努力して作った動画だから最後まで見てね。ということで仙台駅まで新幹線で移動するのだ。東京駅から仙台駅までは1時間半で到着するわよ。さらに言えば投稿者の拠点からスタジアムの最寄り駅までの移動時間は2時間半を切るわよ。投稿者は仙台が初めてだからこんなに早く到着するとは思わなかったのだ。そういえばずんだもんの由来はずんだ餅でしょ。どうも、独眼竜正宗ならぬ独眼竜投稿者です。宮城の土地を踏ませるわけにはいかないのだ。そんなこと言わないでください。ここでずんだもんさんの誕生秘話をお話ししたいと思います。ずんだもんとは東北ずんこの武器であるずんだアローに変身する妖精なんです。そんなこと言うから動画を見飽きられるのよ。でも説明は合っているのだ。まず東北ずんこはずんだ餅をモチーフとした東北地方応援キャラクターなんですよ。そもそもこの動画ってサッカーの動画でしょ。ここは投稿者の説明をちゃんと聞くのだ。そしてずんだアローというのが東北ずんこが使う弓のことなのです。ここまでは良かったのですが、ずんだアローであるずんだもんが美少女化してしまったのです。さらに追い打ちをかけるように2021年にリリースされたボイスボックスという音声読み上げソフトの声にも採用されました。それからは皆さんもご存知、ニコニコ動画をはじめとするずんだもんの使い手が続出し、今では YouTube でもずんだもんを使って動画投稿が盛んに行われています。このオタク特有の説明力のなさなのだ。それじゃ動画テラトリミータの話をするのだ。前節はホームで水戸に敗れてしまったわね。失点シーンしか見ていないから試合全体は語れないけど、一つのミスが敗戦につながる例を見せてしまったのだ。他会場の結果では町田もベルディも敗戦しているけど、順位が団子状態になってきているわね。トリミータの3連敗は絶対にできないのだ。このままの状態だと注意に落ち込む可能性もあるわ。それなら僕らは何をしたらいいのだ。それは試合を見に行って応援するしかないでしょう。これには全ての J リーグファンに当てはまるんだけど、私たちは仕事や学校があるわけで毎週末を楽しみにしているの。その応援や支援に応えるのが勝利であり、スポーツクラブとしての意義でもあるわ。ちょっと話が堅苦しいのだ。もちろん綺麗事でクラブが強くなるとは限らないわ。クラブの魅力や強さを発信して集客していけばいいけど、実際にはなかなか難しいことでもあるわね。仙台に着いたのだ。実は投稿者は仙台が初めてなのよね。それじゃ仙台を満喫するがいいのだ。どうも投稿者です。実は試合の前日まで緊急で出張に行っていました。そんでもって翌日も仕事があるのでゆっくりできないんですよね。それは残念なのだ。それならせめて仙台名物を味わうがいいのだ。そうね、仙台と言ったらあの食べ物しかないわよね。そう、それはラーメン二郎。悲しみの向こうへとたどり着けるなら。どうして駅中にいるんですか？早くラーメン二郎仙台店に行きましょう。せっかく仙台に来たのだ。考え直すのだ。はあ、何も分かってないですね。あ、牛タン。自称ジロリアンとしては仙台といえばラーメン二郎なんですよ。それにラーメン二郎の看板は黄色いじゃないですか。黄色で仙台といえばベガルタ仙台ですよ。皆さん。おめえはあんこたんねえな。あ、宮城の方言はわからないんでノーダメージです。こっちに来てずんだ餅を食べろ。こんな美味しいずんだ餅は初めて食べました。ならよかったのだ。今回は仙台駅の中にあるずんだ茶寮様にお邪魔したのだ。ずんだ豆ときな粉のハーモニーが絶妙です。スタジアムに着いたのだ。仙台駅から電車で15分とアクセスも良好ね。今回はずんだ餅を食べたことだし、スタブルは見送るのだ。それじゃベガルタ仙台の話でもしましょう。なんといっても両監督はグラウディオラ監督の影響を受けているわよ。確かにインタビュー動画では影響を受けている趣旨のことを言っているのだ。伊藤監督も下平監督も守備はハイプレス、攻撃はボール保持で数的優位を形成していくのだ。ただしこのようなスタイルのサッカーは近年攻略されつつあるけどね。ゴールが目的ではなくパス回しが目的になっていることも否めないわ。そういった意味では監督の柔軟性も大事になってくるのだ。
例えば出すには4のように見かけるには4と違う解き方でも答えは同じようにサッカーでも臨機応変に対応していくことが大事になるのだ。ちょっと中の人が出ちゃってるわね。どうも、中の人の投稿者です。ベガルタ仙台での注目選手には若さ選手をプッシュしています。もちろん、大分からキャリアをスタートしているのも理由ですが、どこのクラブに移籍していても愛されている選手だと思います。プレー面でもフィジカルやカバーリング、マークなど、ディフェンダーに必要な基礎能力が備わっています。個人的には今でも好きな選手です。選手たちが来たのだ。それで試合予想は1点差で大分が勝つ予想をしているのだ。少なからず言えることは引き分けは考えにくいのだ。どうして？仙台は前節藤枝に逆転負けをしているのだ。確かに大分も他クラブのことは言えないけど、パスミスにつけ込まれて敗戦しているわね。両方にも言えるけど、軽いプレーは禁物なのだ。それじゃ大分の注目選手は？今日の試合は野村選手とデルラン選手なのだ。野村選手はわかるけど、デルラン選手は意外ね。要は臨機応変にサッカーができる選手が鍵になると思うのだ。確かにデルラン選手に関しては賛否はあると思うのだ。ただし相手からのプレスをかわしたり鋭いパスもできるからディフェンダーながら冷静な判断ができるのだ。前のチャプターでも話したけど、両監督の戦術は似ているから変化のつけられる選手は鍵になりうるわね。それじゃ試合終了まで守るのだ。わけわかんないよー。負けたのだ。いろいろあったけど試合の内容から入りましょう。ベガルタの相良選手のミドルはすごかったのだ。コーナーからのこぼれ球を回収してダイレクトで合わせてきたわね。高木選手のポジショニングも言いたいところだけど、相良選手の判断力はすごかったわね。あとは前半の香川選手の退場は理解できないのだ。まあそこは後で投稿者が意見を言うから流しましょう。ただし大分は1人少ない状況でもボール支配はできていたのだ。下平監督の数的優位を作る戦術が浸透していたのは収穫でもあるわ。とはいえ早めにクロスを入れたりミドルを打ってもよかったと思うわ。大分は丁寧なサッカーをしすぎたと思うのだ。明日も仕事があるから早く帰りましょう。それじゃ東京に戻るのだ。次回は5月3日の藤枝マイ FC との試合よ。アウェーが続くのだ。それでは藤枝戦のアウェー観戦記をお楽しみに。ありがとうなの。ちょっと待ってください。これで終わらせられません。動画の尺を考えて、ここまで動画を見ているのは鳥サポしかいないので喋らさせてください。これから話すのは3本立てになります。現地の肌感覚として感じたことを話していきます。1つ目はファールについて、2つ目は試合終了について、3つ目は帰りに気になったことを話していきます。1つ目のファールですが、香川選手は先にボールが触れています。要は退場ではないことを主張したいです。レフリーとして試合を止めることは理解ができますが、一過性の感情でレッドカードを出したに過ぎないと考えています。2つ目の試合終了ですが、大分サポーター団体の大人の対応には素晴らしかったです。このようなケースは揉め事につながる場合がありますが、選手たちを鼓舞することだけに徹したのは素晴らしいです。少なからず言えることは間違えた対応ではなかったです。話は脱線しますが、試合終了後に、大分に在籍していた若狭選手と小出選手が大分のゴール裏に来ました。ベガルタサポーターさんも把握していたのか、仙台側のコアゾーン以外は拍手がありました。ベガルタ仙台サポーターのお気遣いに感謝しています。3つ目ですが、どこまで行っていいのかわかりませんが、帰りにトリニータの選手と同じ新幹線に乗ったんですよね。それはいいとして、とある選手がとても悔しそうな顔をしていたのが忘れられませんでした。プロスポーツ選手としての意識には感服しました。次の藤枝との試合には勝ってほしい。連敗のトンネルを抜け出したい。そしてサポーターとして応援する気持ちや感情を大切にしたいと思った試合でもあります。それでは次回の藤枝マイ FC のアウェー観戦記をお楽しみに。起きて、朝なのだ。僕の朝食を作るのだ。起きて、朝なのだ。起きぬというならこうするしかない。どうやらなかなかしぶといのだのだ。ねずんだもん一つ質問で出るとこ落としちゃっていいの？いいよ。放送上どうぞ第4両またいい怒られるんじゃない？よ、僕はついこのメインをズンダーローの擬人化。そんなもんだからいいんだ。
セットして